はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは EPG-P50 ハイブリッドモデルです。EPG さんには以前から色々ご提供いただいていましたが、今回の P50 すごく期待しちゃってます。デザインが気に入ったんでしょう？そうなのよ。なんかかっこいいじゃん。確かにこれは聞いてみたくなるよね。でも見た目だけじゃなくてドライバー構成が非常に興味深い。でもまあ順を追って見ていくことにしよう。はい、じゃあまず価格なんだけど、2万円台で2万5000円以下。セールでクーポンが使える時なら2万円ちょうどぐらいだね。ジャックさん、この価格はどうなの？視聴はまだざっくり段階だけど、質感から逆算すると割安感あるよ。第一印象はかなり良くて、先日レビューした QE Years E さんに勝るとも劣らない。好みにもよるけど、私は P50 の方が僅差で好きだわ。なるほど、お気に入りになったんですね。今回は内側から見ていきましょうか。そうしよう。じゃあドライバーから。低域は 10mm PEK プラス PU の複合ダイナミックドライバー。詳細は上の情報を参考にしてもらうとして、芯のある低域を聞かせてくれる。次は EPG カスタマイズ BA32257。中域から中高域の役割。これを2機搭載。低域の DD からのつながりは自然に感じた。そして高域は、はい、これも EPG カスタマイズで第2世代のマイクロプレーナードライバーを2機搭載。マイクロプレーナーだと BA みたいなボックスに収まるんだね。外側からだと BA と見分けがつかないよ。高域は結構鋭さを感じたかな。性質の異なる3タイプのドライバー構成ですが、印象はいいようですね。とってもいいね。で、これを内部でこんな風にうまくまとめて音が出てくるわけね。この周波数分割動感があるから、全周波数帯域で一貫した位相が達成されるんだって。ほとんどのハイブリッドモデルで取り入れられてる技術だね。これで見ると、ダイナミックドライバーが結構薄く感じるな。そのようですね。では、音の出口まで行ったので、続いて外観です。フェイスプレートは航空機用のアルミ素材で、デザインがめっちゃ気に入りました。もう買うしかないかな。愛が興奮気味なので、私が変わるよ。ここでは全部喋りきれないんで、上の情報も参考にしてほしいけど、開放型リアキャビティパネル設計。いわゆるセミオープンなんで、聞いててすごく楽なのよね。そう、これ最高かも。その代わり、結構盛大に音漏れするから、人の密集するとこで使うときは気をつけてね。サイズはね、厚みがちょっとあるかな。それ以外は結構コンパクトだよ。アルミ素材だから片側 5.3g で軽め。愛、落ち着いた？他に気になったとこはあるかな？そもそも別に興奮してないから。ノズル先端部に返しがついていないタイプなので、エアーチップの毛が少し窮屈なぐらいじゃないと抜けやすくなるので注意が必要ですね。バンドルケーブルは 6MOCC 単結晶導純銀メッキケーブル。これはなかなか良さそうじゃないですか？そのようだね。交換可能なプラグはいいよね。プラグの接合部は拡大写真を参考にしてね。装着後はここを回して固定できるよ。オーステナイトは耐久性や腐食環境への耐性が求められる用途で活用されてるんだって。真空電気メッキ技術で宝石のような質感を実現ということね。ではエアーチップの波形比較です。なんか少なくない？そうなの。P50 のノズル先端部に返しがついていないんで、抜けやすく実用的でないものは測定しなかったからよ。あと、先日のレビューで紹介した KB や KT02 は装着可能で抜けにくくてよかったんだけど、うちの同音管にうまく入らなかったんで、測定してないわ。なるほど。で、その結果、今回はブルーの波形、バンドルイヤーチップで音収録するんだね。そう。そして比較モデルは P50 と同じドライバー構成を見つけるのは難しかったから、先日レビューしたプレイナーモデル QE Years E サーとダッシュドライバー搭載の QE Years クインテッドにしてみた。価格帯が2万円台で割と近いところは狙ったのね。そうだね。音調整の基準は P50。まず聞いてみようか。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。나로 나의 긴긴 시간 어제와 내일 또 지나 어디까지 갈까 한계치 몰라 무한한 dreamer 열린 꿈 이대로 꿰뚫어 볼 view 다른 의미 you're my rule 다시 펼쳐보는 데서부터까지 feel so good 나 여기 you and I you're my world 모두 다 스쳐갔잖아 영원한 your generation 놀래 나의 미래 놀래 나
でした。P50 とクインテッド対イーサーのようになっていた気がします。P50 とクインテッド、どの辺が違ったの？収録音ではクインテッドの方が少し明るめに聞こえたね。低域の差分も多少あるのは分かったけど、分かりづらかったかも。でも実機で比較するとクインテッドの低域の圧が結構あった。量感ということではなく直進してくる感じ。実際低域にこれだけ波形差が出てるから圧の差は当然といえば当然なんだけど、もしかして P50 がセミオープンだからですか？セミオープンゆえ低域の圧がちょっと抜けてるってことなんだろう。聞き心地がいい反面ダイナミック感に少し欠ける。でもこれはクインテッドと比べたから分かったことだな。クインテッドをセミオープンにしたのが P50 って感じではあるけど、それは波形上のこと。実際は P50 の方がやや広域寄りのバランス。広域側のマイクロプレーナーが効いてるんですかね？それもあるし、低域の出方の差の余力が広域を聞こえやすくしているんじゃないかな。なるほど。じゃあエイサーは？それはこの大域の差が大きいから違いも分かりやすかったでしょ。もちろん。それにこの間レビューやったばかりだからね。ジャックさんの P50 を聞いた印象は結構いいみたいだけど、どの辺が気に入ったの？それはまず基本的な波形がお気に入りのクインテッドに似ているということ。そしてセミオープンで聞きやすいこと。イーサーがスピーカーのような鳴り方なんてアピールしていたけど、 P50 は実際セミオープンなんでリスニングにはとてもいい。低域はもう少し欲しいと思う曲もあるんで、アルバムによっては EQ 使うかも。歌物中心に聴く人にはここがしっかり出ているのでおすすめ。広域はシンバル系が結構強めに聞こえる。ただこれもセミオープンの特権で背面から少し抜けていくんで音が飽和せずさほど気にならない。こんな感じだけど伝わった？よくわかったよ。デザインに興奮気味だった愛。買うの？これは EPG のモデルの中でジャックさん的にはどんな位置づけですか？個人的な音質、バランスの好みもあるけど、今までレビューした EPG のモデルの中では一番良かったと思うよ。やっぱりそうなんですね。じゃあ買います。本当はデザインで選んだ疑惑のある愛だけど、まあそこはスルーしておきましょう。ということで EPG の 1BT プラス 2BA プラス2プレイナーのハイブリッドモデル P50 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。